皆さんこんにちは。今日もご視聴ありがとうございます。今日もですね、奥さんの200万物件に来てるんですけど、今日はこの窓にカーテンレールをねつけていきたいと思います。もう今ね見てもらった感じで、今カーテンレールがついてないんですよね。もともとはついてたんですけど、ちょっと古いね汚いのがついてたんで、もう今全部外しちゃってあります。なのでね、これから新しいのをねつけていきたいと思います。一部ねこういうすりガラスのとこがあるんでね、ここはなくていいかなと思うので、それ以外の窓のとこね全体的につけていきます。それじゃあ早速やっていきます。はい、ということで早速ねカーテンレールつけていきたいと思うんですけど、今回取り付けるカーテンレールはこちら、カインズホームさんで買ったねカインズブランドの角型伸縮カーテンレールダブルってやつですね。やっぱりね普通のカーテンとあとレースカーテン2枚ねかける人が多いと思うんで、このダブルがいいかなと思ってダブルを買ってきました。であとはねそんなこだわらんでいいかなと思ったんで、一番安いやつで長さもね伸縮できるようなやつをすればねどこの窓にもつけれるんで、これをね買ってきましたので早速つけていきたいと思います。ところでカーテンレールってどこにつけるんですかね。この窓枠のとこなのか、そのちょっと上なのかね、どこなんだろう。今まであんまり気にせずつけていたけど、でも窓枠の上ですよね。この辺にレールがついて、でここからカーテンがね垂れ下がる感じですもんね。この窓枠のちょっと上につけるようにします。じゃあまずは開封。こんな感じで、このねブラケットっていうやつを壁にねつけて長さ調整してね、でぴったりにする感じみたいですね。でビスもね入ってるんで、この入ってるビスでね留めていきます。じゃあやっていきます。こんな感じかな。よし、1個目完了。ちなみにね、この伸ばした時にこの壁にねビスで留めるブラケットのところがこうやって伸ばすとね結構感覚がなんか変な感じになっちゃうんですけど、これ自由に場所を動かすことできますのでね、等間隔ぐらいでねやるのが一番ねバランスがいいんじゃないかなと思います。で動かし方はね、ここのビス2本ねちょっと緩めるとこれがね動かせるのでね、で好きなとこに動かしてまたビス止めればね動かなくなるんでね、そんな感じで調整することできます。このままかな。よいしょよいしょ。このカーテンレールつけるときね毎回思うんですけど、一人だとしんどい。僕はねずっと一人でやってきたんで、一人でやっちゃいますけどね、完全に2人作業ですよねこれね。もしやられるときはね2人でやった方がいいと思います。よっしゃ OK。なんだこれ。ちょっとこれ見えますかね。ビス穴がね埋まっちゃってる。なんじゃこれや。もはやビスじゃないぞこれカーテンレールの中にね一緒に入ってたビスですけどね、すげえなこりゃ。
他のはねちゃんとこうやってビス穴がねあるんですけど、これ不良品、この下の方ね不良品です面白いねこれこんなんあるんだね。ちゃんとしたやつはねこんな感じでちゃんとねドライバーで回せるんですけど、この不良品はね山がないんでね回せませんっていう面白いねこれ、すごいな。はい、こんなの入ってました。なんかねさっきからね正常なやつもね打ちにくいなと思ってインパクトでね打てなかったんで手回しでやってたんですけどね、やっぱり物が悪いのかな。カーテンレールはね問題ないと思いますけど、こういう付属品のビスとかでね結構コストダウンしてるのかな。数は足りるんでね、あるやつでやっていきます。はい、今からねここのカーテンレールつけるんですけど、ここがねこの横の今つけたねカーテンレールとね干渉しちゃうんですよね。どうしたらいいんだろう。高さをずらしてやればいいのかな。よし、よいしょ。よし OK。さっきのね干渉するところですけど、こんな感じでレールをねずらせたんで当たらないようにねちょっとずらして取り付けてみました。どうなんだろう、問題だと思うけどな。よし OK。これかな。よし。はい、カーテンレールね一通りついたんですけど、この名前ちょっとわかんないんですけど、このカーテンを止めるやつ、これがねこんな感じでついてないところがねあるんですよね、こことか。なのでこの新しいやつね買ってきたんで、ないところにねこれ取り付けていきたいと思います。はい、ということでねカーテンレール取り付け完了しました。は
はい、こっちもねしっかりつきました。このねダブルのやつでね濃いブラウンの色合いでねすごいおしゃれな感じになったと思います。このカーテンレールもね結構部屋の印象が変わるんでね、僕も毎回変えてますけどやっぱり新品がいいですね。はい、綺麗になりました。はい、他の部屋もねしっかりつきましたので、これでねしっかりカーテンつけれると思うんでね、入居者も安心ですね。はい、ということで今日はカーテンレールのね取り付けの動画でした。誰でもね簡単にやれるんでね、カーテンレールね気になってる方交換したらいいんじゃないかなと思いますけど、2人以上でねやった方がいいと思います。ということで今日の動画はこれで以上です。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った人は高評価をお願いします。よかったらチャンネル登録もお願いします。